こんにちは。株式会社コンパスポイントの岡田です。弊社では企業様向けの EC 進出支援を Amazon を中心として国内でも海外でも総合的にご支援させていただいております。ペイオニアさんとのお付き合いは結構長くてですね、多分6、7年ぐらいは経っていると思います。当初我々自身も商品を販売していたので、その頃からお付き合いさせていただいてますし、今では我々がご支援する企業様が海外の EC で商品を販売されて代金を受け取って国際送金をするという部分でペイオニアさんのサービスにお世話になっています。やはり海外の EC で商品を販売するときにはこの部分は非常に大きなハードルになりますから、そこに関する非常にシンプルかつ分かりやすいサポートをしてくれるペイオニアさんには非常に感謝しています。アドバイスとして印象に残っているのは、私の前々職でコンサルティング会社に勤めていた時にですね、そこの代表からいただいた小さくゆっくりという言葉ですね。当時私はその会社の中でアフリカ向けの貿易の事業というのを新規で立ち上げさせていただいてたんですけれども、なかなかうまくいかなくてですね、非常に不安に思っている時に代表の方からかけていただいた言葉がこの小さくゆっくりという言葉だったんですね。で、当時結局ですね、その会社の中ではこの事業はなかなか芽が出ずに終わってしまったんですけれども、その後私は商社に転職をしまして、で商社の経験を生かして、改めて、独立をしまして、でその後で、企業様のご支援をするという今の事業を始めたんですけれども、そのタイミングで当時の、コンサルティング会社の代表の方とお会いしましてですね、現状をお伝えしたら、本当に時間は経ったけれども、今こうして小さくゆっくりと当時やりたかったことが実を結んでいるのは本当に素晴らしいですねということで、自分事のように心から喜んでいただいたということがございまして、これは本当に嬉しくてですね、私の記憶に強く残っております。でこのアドバイスはですね、我々の事業をやっていく中で自分たち自身にも言い聞かせているところではあるんですが、クライアント様の方でもちょっと焦ったりとかされている場合にはこういったことをお伝えさせていただいて、小さくゆっくりと徐々にやっていきましょうということを声掛けさせていただいています。何をもって成功とみなすかというのは非常に難しいと思うんですけれども、まず主観と客観があると思ってまして、客観の部分は他の方がどう判断されるかという部分なので、ここはあまり気にしないようにしています。で、主観の部分で言うとですね、自分たちで自分たちのことを成功していると思ってしまったら、その瞬間に成長が止まってしまうと思ってますから、これは絶対にあってはならないことだと思って強く戒めて気をつけるようにしています。とはいえですね、何かコツをということですと、本当に大事なことだけに力を注ぐというのはやはり一つすごく大事なんじゃないかなと思っています。で、日々の業務の中で何が重要で何が一見重要なんだけどもあんまり重要ではないことっていうのを見極める、これはなかなか大変なことだと思ってまして、これをやるためには一回その状況を俯瞰してみるだけの時間と余裕が必要になってきます。で、こういった時間を意図的に作り出すことができるかどうかというのは一つ分かれ道になるんじゃないでしょうかね。どうしても日々忙しくしていると仕事をやった気になってしまって結構安心しちゃうんですけれども、実はそれこそが危険だと思っています。実際我々も仕事をしていていろんな方にお会いするんですけれども、結果を出している人というのは、ある種余裕があってですね、仕事に追われているという感覚はおそらくないんですよね。で、やはりこういったことが裏付けにもなっているんじゃないかなと思っていまして、なるべく落ち着いて、今やるべきことを見極めるようにしているというのは一つコツかなと思っています。モチベーションが上がるのはですね、プライベートで言うと、家族との時間を過ごしたりですとか、友人に会ったりですとか、そういったことでもモチベーションは上がるんですけれども、仕事をしている中で刺激を受ける方に会ったりですとか、お客様から感謝の言葉をいただいたりとか、そういった時にもモチベーションが非常に大きく上がりますね。我々のいる業界では人材がその会社の競争力を大きく左右するファクターになっているのは間違いないと思います。それゆえに市場が大きくなってくるとどうしても人材の獲得合戦が始まってしまって、個々の競争というのはどうしても激化するんじゃないかなと見ています。ただ我々はですね、請求な規模拡大をすることによってサービスクオリティが低下してしまうことを何よりも、これはもう不安視しておりますので、絶対にそれは起きないように考えて、まず社内でスタッフを育てるということも長い時間をかけてやっていますし、組む相手というのもですね、急いでどこかと組むということではなくて、長い時間をかけながら関係値を築いていって、
本当に組んでも大丈夫な相手とだけ組むようにすることで、一定のクオリティを保つように心がけています。それゆえにこういう人材獲得合戦のゲームみたいなところからは一線を画すところで距離を取ってやっていこうと、そういうふうに気をつけているところではあります。困難に直面した際には、まずパニックにならないで冷静に考えるということを大事にしています。そもそもこの問題が気にするべき問題なのか、考えてもしょうがない問題なのか、つまりですね、自分たちが何かしら影響を及ぼすことができる問題なのか、影響を及ぼすことができない問題なのかを見極めるというのはとても大事だと思っています。前者の場合でしたら、じゃあ自分たちが影響を与える範囲の中で何ができるだろうと考えていけるので非常にポジティブなんですけれども、後者の場合、そもそも影響を与えることができないのに、ここで悩んでしまっても何の生産性もないので、非常に時間と労力が無駄になってしまうということがあります。こうやって割り切っていくと大抵のことなんとかなるんですけれども、それでもたまにはやはり悩んでしまったりとか落ち込むこともありまして、ただその場合でもですね、私の場合で言うと、運動したりですとか、ちょっと瞑想したりとか、家族と時間を使ったりとかすれば、大体なんとかなってしまいますね。もともと私キックボクシングやってたっていうのもあってですね、体を動かすの好きですし、一回そうやって体を動かしてゆっくり休んでしまえば、大体のことは治ってしまうというか、忘れてしまうわけですね。ただ結構切り替えが早いたちでもあるので、周りの方を振り回してしまうことは結構あると思うんです。ですので、それを理解してくれた上で、なんとかついてきてくれている仲間だったりとかスタッフさんにはですね、ただもう感謝しかないという感じではあるんですけれども、あまり気にしないというたちではあると思います。